こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、2つの良さげかなと思われる作戦を試したところまでです。ネザー要塞を走り回りつつ、要所でとどまる作戦の方に軍配が上がったわね。しかしどちらも運の要素に振り回されていた感じがややしました。継続して試してみます。さて聖地はこんなところです。今の時点では、ウィザースケルトンの討伐数は169体です。そして頭も5つまで集まりました。手持ちのドロップ増加2の件では、頭を6つ集める期待値は171体ですので、早ければもうすぐにでもネザー終了のはずです。ともかくあと一踏ん張りですね。170体目。3体は来ました。探索中に時々とどまる作戦を継続中ですが、まだ脇の陰りは見えません。これで173体目なのですが、最後の1個がなかなか出ないです。降りた時にうっかり剣を振ってしまいました。大丈夫かな。まあ、周囲にゾンビピッグマンの声は聞こえないし、いざとなれば2分ほどとどまるのもありですね。どうもこの湧きそう、どこにいるか見えづらいのが難点です。これで177体。出ません。3分ほど湧かなかったのでネザー要塞中央で1分ほどとどまってみます。なんとなく脇が微妙になってきましたので、整地したところで5分ほどとどまってみます。とどまる場所をいろいろ変えてるけど、何か考えはあるの？要塞の東側であまり湧かなくなっているんですよ。どこかのエリアでモブが溜まっていると思うので、それを手探りしています。5分経っても整地スペースでは湧きませんでした。またチャンク抜け？時々風通しした方がいいってことね。幅は1チャンク分のようですね。前と同じように整地スペースで待機したのが原因でしょう。詳細地図を確認したら、抜けてたのは149メートルまでの範囲でした。待機地点の秒が距離端の、外側のチャンクが抜けたようです。こっちもか。絶景じゃない。いいもの見たわね。そんなことより、チャンク表示が遅くなるのが再現されたのがちょっとショックです。しばらくとどまった後移動したらこうなるのなら、モブのディスポーンに影響を与えかねないですよ。消えた、というか出た。もう少し眺めたかったのに、サービス足りないわね。まだ一箇所しぶとく抜けてますね。まあいいか。あれ？ジャンプ力すごい。なんだこれ。強靭な肉体のマグマキューブよ。いや、ゴム製のマグマキューブですよ。どちらにしても、これは幻影ですね。ここで、ゾンビピッグマンが消えるまで2分待機してみました。チャンクは綺麗に戻っていますね。今度は北東側で2分ほど待機です。奪われた。40秒で駆けつけたのですが、あっさりディスポーンされてしまいました。今度は西端で2分ほど待ってみます。ついでにちょっと手入れしておきます。
トロッコチャンスまた到来。ああ、10ぐらいのに取られたか。おっと、マグマキューブの影に178体目がいたようです。よいしょっと。やっと。ノックバックがきついです。仲間割れしてる？これでようやく討伐180体目です。しかし頭が出ませんね。もう少しでレベル30ですし経験値拾っておきましょうか。前に、そろそろ新たなエンチャントが出るフラグを立てましたので、次こそ出るんじゃないかな。また要塞中央で1分待機です。そういえば要塞の主さんも、いつの間にか要塞の中央まで来てるわよね。コツコツ移動してましたからね。調べたら移動距離は100メートルを超えてました。ゾンビピッグマンが湧いてたので、またここで1分待機です。中央で待機してばかりだと、中央を通過した時しか湧きやすくならない、とかない？いえ、ここを中心に17チャンク四方のどこかのモブがディスポーンするはずですから、他のところでも湧きやすくなるはずです。これで182体。183体です。うわぁ。ドアップね。急に出てきたら焦りますよ。トロッコは急には止まれません。これで185体。そろそろほんと出てほしいです。また1分待機です。うおー、食われた。食べ盛りなのよ。さてどうしよう。でっかいのは飛び散るので倒すのいつも面倒なんですよ。よし、放置の方向で、ディスポーンすること期待してみます。さて、冒頭の聖地を終えたところから今までは、まずまずのペースで湧いてます。しかし、今回ここまでウィザースケルトンは16体買ったのですが、最後の頭がまだ出ません。最後に頭をゲットしてから数えても、もう38体です。期待値だと頭一つにつき28体なんですが、弓のエンチャントとヘルメットの修理をするために、リスポーン拠点に来ました。ただ、4分間ほどの録画し忘れで、弓のエンチャントシーンはありません。ちなみに録画抜けの時間を見るために統計を開いたら、トロッコで移動した距離が200キロを超えてました。なお弓のエンチャントですが、フラグ通りについに新しいエンチャントが出てくれました。というわけで、パンチ1入手です。フラグ通りだったわね。でもまあこの通りエンチャントは上り調子ですので、次こそはインフィニティが出そうです。さて実は、ちょっと困ったことが起きました。備蓄してた経験値稼ぎ用の鉱石がついに尽きてしまったんです。しかも、ヘルメット修理に足りない経験値はあとたった1なんです。というわけで、ようやく鶏が役立つ時が来ました。繁殖で経験値を稼ぐのね。殺傷するかと思ったわ。さてこれでヘルメットの修理も完了。ヘルメットだけは耐久力がついてないので消耗早いんです。メジャーに戻ってきました。
もしも今から頭6つ集めるぞって時であれば、レールを敷き直したり大幅に整地したり考えるのですが、残りあと1個なので、無駄な作業になるかもと思うと書かれません。手が出せないのが辛い時期で、踏ん張りどころです。ここからが本当の地獄かもしれないわね。そうならないよう祈りつつ、今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。